皆さんこんにちは、大川祐介です。今回はですね、僕のYouTube 史上半端ない製品をねご紹介しようと思うんですけれども、このチャンネルをご覧の方は動画を始めたての方だったりとか、もうすでにカメラを持って撮影している方たくさんいると思います。なので動画未経験の方は今回のレビューはですね、ちょっとレベルの高いカメラの紹介になるので、こういうカメラあるんだって思っていただけたら嬉しいのと、もうカメラを持っている方はもう一旦そのカメラの固定概念を置いといて、今回のこの動画を最後まで見ていただけたらと思っております。今回ご紹介するカメラはじゃーん、見てください。こちらジンバルとシネマカメラが一体になった DJI Ronin 4D のご紹介です。はい、今回はですね DJI さんから新しく発売された DJI Ronin 4D のご紹介になります。もう見るからにもうやばくないですか？これ僕ね、最初来た時は本当に興奮しました。はい、なので僕の YouTube 史上で最もハイエンドなカメラでイノベーティブな、製品なんじゃないかなと思ってるんですけれども、実はですね、僕このカメラ 2,3 ヶ月前ぐらいから DJI さんが借りてまして、作品作ってきました。もう皆さん見た方いると思うんですけれども、もしよければ皆さん感想といただけたら嬉しいんですけれども、今回はですね、ソーシャルメディアで出会った、方とか、今までの友達とかに声かけて、本当に今若い世代でチャレンジしている方たちを集めて、今回は僕が、クリエイティブディレクターになって作品を作らせていただきましたと。で本当に実際にプロのディレクターの方とかカメラマンの方とかとも一緒に作ったので、生の声も聞きましたし、いい面悪い側面も含めて皆さんに僕が使ってみた感想をお届けできたらなと思っております。はい、なので今回の動画少し長めになると思うんですが、ぜひ最後までご覧いただけたらと思っております。はい、まずですね、そもそも DJI とは何なのか簡単に振り返っていきましょう。もう皆さんご存知かと思うんですけれども、中国の深センにあるもう世界ナンバーワンシェア 70% 誇るドローンメーカーっていうのが今までのご紹介だったんですけれども、もう今回のこの製品、見ていただければ分かるんですけれども、もうドローンメーカーじゃないですよね。OM5 とか、あとは DJI Osmo Pocket とか、そういう地上絵で、本当にジンバルとカメラ一体型となって多くの人たちが思い出を残す、表現するっていう選択肢を作り続けている、企業なので、僕は本当に最新技術を使ったイノベーションカンパニーだと思っています。本当に今回のカメラを見れば分かると思うんですけれども、この次に出す機材みたいなものもイメージできてきますよね。僕は最終的に DJI がある種撮るっていう体験をもうなくして、常に思い出が記憶が残って、じゃあデータがクラウドにアップされるなりっていう未来をちょっとイメージしちゃってるんですけれども、今回のこのカメラの立ち位置としてはもうハイエンドな次世代の一体型シネマカメラになるので、映画作る方とか、あとは広告とか CM 作ってる方とか、シネマティックを作ってる僕ですら本当に魅力的なカメラなので、まずですね、簡潔に全部振り返っていきましょう。まず1つ目、ジンバルは業界初の4軸手ブレ補正。次にフォーカスシステムはライダー技術を活用しているので、実用的なオートフォーカスと AMF 機能があるので、もうプロの撮影が可能になります。で無線伝送と制御システムっていうのは、今までのドローンで使用されてきた、動画伝送技術をフル活用して地上に最適化、されているので、本当に干渉とかにも強いし、超低遅延を実現するので、長距離でこういうモニターを使ってたので、かなり本当にストレスなく撮影することができました。でこのモニターで本当にフォーカスとかレックとかカメラの設定とかもできるので、ワンマンで1人で撮るだけじゃなくてチームで、本当に最大化することができると、そういう魅力があります。ケースもこんな感じなので一体型だと
だから即座に撮影するような、僕の撮影って結構ねすぐ撮影したりとか、シネマティック表現する時でも本来シネマカメラってがっつりした機材でかなりセッティングに時間かけるんですけれども、そういった意味ではかなりシームレスに撮影できるので、そういったところも新しいかなと思います。じゃあそれぞれね一つ一つ細かく解説していきましょう。まず一つ目、イメージングシステムですね。ロニン 4D には新フラグシップモデルのフルフレームカメラゼンミューズ X9 が搭載されているので、2種類のカメラ X9、8K と 6K が選べます。で、2種類とも H264 コーデックだったりとか、プロレスの 422、422HQ の内部収録が可能になって 4K の 120fps まで撮影できますと。もうこの時点でもう半端ないです。X9 の 8K はですね、解像度が高くて、鮮明に撮影ができると。で、今回これ僕が持ってるのが 6K なので、6K は本当にね、メインアンブの撮影に優れていて、デュアルネイティブ ISO と14ストップのダイナミックレンジによって、低照度環境でもノイズをね、最小限に抑え、豊かな色調で撮影ができます。で、ロニン 4D はね、独自の DJI シネマカラーシステムを搭載しているので、どんな環境でもね、自然なね、肌の色合いを表現できます。今回ね、僕たちも照明焚いたりとか、自然光だったりとか、いろいろね、撮影してきたんですけれども、スキントーンの香りかなり綺麗でした。スキントーンだけに限らず、本当にね、色補正とか、今回カラーグレーディングもしっかりやったんですけれども、かなりね、柔軟性がある、本当にさすがシネマカメラだなという印象です。で、ゼンミューズね X9 では独自の DL マウント、この DL マウントはインスパイアとかでも使っていたレンズですね。で、だけでなくね、様々なレンズ変更できます。例えば PL マウントとか M マウントとかも対応しているので、本当にこのね、レンズの幅ってすごく大事だと思うんですよね。で、DL マウントだけだと少しね、物足りないかもしれないんですけれども、いろんなね、レンズに拡張できるので、そういったところでも安心かなと思ってます。だし、ジンバルもかなり強いので、多少重いレンズだったとしても問題なく使用できると思います。はい。でね、これかなり重要で、すごく助かったんですけれども、ND フィルター、内蔵です。9ストップまで対応しているので、どんなに明るくても基本的には内蔵 ND フィルターで対処できます。で、次にですね、安定化です。この製品の、最もねびっくりするポイントであるこの安定化機能なんですけれども、Z 軸もね追加されて、このねロニンシリーズでもう最高峰とも言えるぐらい滑らかな体験ができました。で、カメラとこのジンバルが一体型になっていると。改めてちょっと見てくださいよこれ。これちょっと本当にやばいよね。で、スポーツモードでは速い被写体を追ったりとか、安定化モードとスポーツモードを瞬時に切り替えたりもできるので、そういった観点でもすごく扱いやすいですし、4軸のね安定化機構があるので、前方と下方にビジョンセンサーがあって、これを活用することで垂直方向の揺れをね補正するので、本来はシネマカメラって大掛かりなジンバルとかをこうやってセッティングしてたんですけれども、そういう必要はないと。で、こういうセンサーがあるので、例えば自動で階段とかこうやって歩いている時も揺れなく滑らかに撮影することができます。はい。次にフォーカスシステムですね。で、このねライダー技術によって、思ってる以上に素早くフォーカスを合わせることもできるし、低照度でもちゃんと合います。本当にすごくて、このね AF カメラの視野の中に設けられたピントを合わせるための領域が、測拠点っていうんですけれども、測拠点が最大43,200個、レンジファインダーは最大10メートルなんで、本当に夜間低照度でもちゃんとフォーカス合わせてくれるし、で本来ねこういう風にモニターを使って遠隔でフォーカス合わせることもできるんだけれども、オートフォーカスが優秀なのでワンマン撮影でも全然使えると。だから僕はねシネマティック表現でも持ってきたいなと思ったんですよね。で、重さとかもね一眼ミラーレスにRS2 とか乗っけたのよりちょっと重いぐらいの感じなんで全然持ってけるんですよね。あとね、業界初の視覚補助フォーカス機能っていうのがあるので、ライダー波形をねモニターで映すことによって、直感的にフォーカスを合わせることができます。はい。でね、オートだけにね、頼るのも、難しい場合があるんで、フォーカスを外部で操作したりとか、あとは、例えばオートフォーカスで行ってマニュアルで調整したりとか、そういうね、AMF っていう革新的なね、機能とかもあるので、こういうのを活用して撮影するのも一段階レベルが上がりますよね。で、あと、アクティブトラックプロっていうのもあるので、今回ね、レールに乗っけて、ボディビルダーのね、ゆめさんこうやって追ったんですけれども、ああいうシーンでも、軽いからまずレールに乗っけられるでしょ。で、アクティブトラックプロとかがあるので、本当にこのまま
アクティブトラックで追ってくれるので、かつ滑らかですよ。なのでああいう表現が実現できました。次に無線です。はい、このねモニターあるんですけれども、超低遅延の、柔軟な操作が、できますと。で7インチの1500ニットの高キロディスプレイが搭載されているので、屋外でも見やすかったし、コンパクトなので携帯性もね抜群だと。で録画の開始停止、カメラの設定まで操作ができます。で新機能の DJI O3 Pro 動画伝送はめちゃめちゃ最先端すぎるんですけれども、自動で電波干渉をね防ぐらしいんですよ。なので僕もね正直今回3日間ぐらいずっと撮影してたんですけれども、電波干渉があってモニターで操作できないっていうことが、基本的にはなかったので、そういった意味でもドローンで培ったこの伝送技術が生かされてるんだなっていうのは感じましたね。次にね、メモリです。で USB3.1 Type-C の SSD とか CF エクスプレス Type-Bや、DJI の SSD などに対応してますと。で DJI SSD は、そのままね Type-C 接続できるので、カードリーダーいらないのが、個人的には良かったです。で次に音声ですね。内部音声収録もできるんですけれども、拡張することで、複数の選択肢があります。 XLR 端子とかね、そういうハイクオリティな音声収録もできます。次にねバッテリー、インスパイアと同じね TB50 のインテリジェントバッテリーなので、最大2時間の撮影ができます。で1時間以内にフル充電ができるので、シネマカメラってね充電のヘディが結構すごいんですけれども、DJI のねこのロニー 4D は基本的に使えましたと。ただやっぱりねここまでのジンバル使ったりとかいろんな機能があるので、バッテリーの減りはね少々早い印象はありました。 V マウントがね付けれたりとかそういう拡張とかはなかったので、業界の人からするとちょっとねここが物足りない要素なんじゃないかなと思ってます。で実際にね今回大川祐介が使ってみて率直にどう思ったのかと、もう皆さんにこのレビューをお伝えしている段階でもう分かってると思うんですけれども、もうこれできる限り、使いたいなと思いました。っていうのは何て言うんだろうな、例えば僕こうやって収録するじゃないですか。で、物撮りとかをするときにジンバルとかつけないんですよね。スライダーとかで撮影するんですけれども、これあればもうスライダーみたいな表現とかも全然できるから、スタジオの物撮りみたいなものもシームレスにできるし、僕ねシネマティック撮影外で撮影したりすることも多いんですけれども、外撮影でもわざわざジンバルセットする必要がないってかなり大きいですよね。だしそのジンバルセットする必要がなくて、で画質悪いかって言われたら、ちゃんとプロレスローを撮れると。あとカラーシステムも優秀だし、ダイナミックレンジもすごいし、あとは内蔵 ND フィルターもあるので、本当にねずっとできる限り僕はね使いたいなと思ったカメラです。今回これレビューさせていただいたんですけれども、他の動画で BTS 今回の作品の裏側だったりとか、実際に僕が本当にプロフェッショナルの人たちと組んで作品を作らせていただいたので、そちらもね見ていただけたらと思っております。引き続きねこうやってシネマカメラから、スマートフォンまで幅広くいろんなカメラをご紹介して皆さんに、ね、選択肢を与えられたらなと思っていますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今日もね最後までご覧いただきありがとうございました。この DJI Ronin 4D 引き続きよろしくお願いいたします。それでは皆さんバイチャー。今回の作品はですね、ソーシャルメディア、はい大丈夫